どうも、おはこんばんちは、えそらです。今回の内容の流れです。ということで、ご覧のようなとても素晴らしい装置を作っていきます。よく見るやつですが、現実世界ではなかなかお目にかかれないやつですね。夏なのでビキニを新調しましたが、海には行かずにセクシーチュートリアルです。主にカーブを使っていくのですが、私が本当のカーブの使い方を教えてあげましょう。しっかりビキニも装着していますし、動画の内容もバキバキに技術的な話です。今回もしっかり言い訳ができたので大丈夫でしょう。それでは行きましょう。まずはこの装置を受けるにふさわしいポーズを作ります。両手を縛られて上から吊られている想定でいきます。今回のポーズは気分的なものもありますが、それ以外にも理由があります。両手を縛られている想定なので、その縛っている縄も一緒に作っていきます。カーブの万能さを見せつけるためにも必要なポーズなんですよね。ということで、ポーズが完成しました。表情も若干それらしくしましたので、私のやる気は充電完了です。次にシフトプラス A からカーブを追加し、レバイスパスとします。カーブの種類は何でも良いのですが、今回はパスでやっていきます。メッシュ編集と同じようにタブキーで編集モードに入ります。操作もメッシュ編集と似ており、G キーで移動、E キーで押し出し、頂点を複数選択し、右クリック、細分化で頂点の追加。不要な頂点は X キーで削除できます。他にも色々な操作はありますが、今回はこれだけの操作で形にできると思います。ちなみにカーブの編集が苦手な方は、従来のメッシュにサブディビジョンサーフェスを追加。面を張らずに頂点のみでラインを作成し、サブディビジョンサーフェスを適用。オブジェクト、変換、カーブでメッシュからカーブに属性変更するのも良いでしょう。ということで、こんな感じのカーブになりました。今回の装置はカーブが一周している必要があります。カーブプロパティのアクティブスプラインの中にあるループにチェックを入れます。これでカーブが円と認識されました。最初のカーブ挿入時に円を選択していれば、この操作は不要です。この流れで両手を縛っている縄のカーブも作成しておきます。同じようにカーブを追加し、リストレインとロープパスとします。実際の結び方通りにカーブを作ればよりリアルかもしれませんが、なんとなくで大丈夫です。なんとなくできたら短点を上に伸ばしておきます。ちなみにこちらは連にする必要はありません。こんな感じで2種のカーブができました。次にロープを作っていきます。今回のロープは2本の紐をねじって作成します。シフトプラス A からメッシュ、円を追加し、頂点数は8くらいで良いでしょう。半径は最終的に欲しい縄の半分の数値にします。今回は半径を 3mm にし、レバイスロープとします。編集モードに入り、X 軸90度回転して円を正面に向けます。次に X 方向と Z 方向にきっちり 3mm 移動します。この移動は X 軸と Z 軸の基準線と接線になるようにするので、円のサイズに応じて移動量も変わります。これは後に使用するモディファイアが綺麗な結果を得るための調整です。そして今回は2本の紐をねじるので、この円を X 方向に 6mm のとこにコピーします。ここにスクリューモディファイアを追加します。スクリューの数値を 12mm にします。これで縄のパターンができたので、これを並べていきます。配列モディファイアを追加します。オフセット倍率のチェックを外し、一定のオフセットにチェックを入れます。距離 X の値を 0mm にし、距離 Z の値を 12mm にします。この 12mm というのは、先ほどのスクリューで設定した値と同等にします。これで一つ分縄が伸びたと思います。一応マージにもチェックを入れて、距離を 0.1mm にしておきます。あとは、これを何個並べるかですが、今回はカーブの長さに合うようにします。ここの適合する種類で、カーブに合わせるを選択し、カーブでレバイスパスを選択。すると、カーブの長さに合うようにコピーされます。これは後からカーブを編集しても自動で合ってくれます。次に、カーブモディファイアを追加します。カーブオブジェクトにはレバイスパスを選択します。縄を Z 方向に伸びるように作成していますので、変形軸を Z にします。これで装置は完成しましたので、縄を
シフトプラス D でその場にコピー、イストレイントロープとします。配列とカーブで指定しているカーブをイストレイントロープパスに変更。これで両手を縛り上げている縄も完成です。ここまでで形になっていますが、もう少し味付けをします。やはりこの装置にはまっすぐの縄ではなく表情が必要です。お好みの形状で良いですが、今回はシンプルな玉を追加します。シフトプラス A から UVQ を追加。デバイススフィアとし、お好みのサイズにします。次にシフトキーを押しながらデバイススフィア、デバイスロープの順に選択。配列とカーブモディファイアを選択にコピーでデバイススフィアへモディファイアをコピーします。コピーされた配列モディファイアの距離 Z をお好みのピッチに変更します。次に多少腰が動いても装置が股間をしっかり捉えるように設定を追加します。デバイスパスの谷になっている箇所にブランクを追加し、コントロールフィットとします。形状やサイズはお好みで OK です。デバイスパスの編集モードに入り、フックモディファイアを追加します。オブジェクトでコントロールフィットを選択します。股間付近の頂点を選択し、割り当てをクリックします。これでコントロールフィットに追従して、デバイスパスの頂点が動くようになりました。コントロールフィットにチャイルドモディファイアを追加します。各々のキャラのリグを選択し、腰付近に当たるボーンを選択したら OK です。これで多少ビクンビクンしても装置はしっかり股間を捉えてくれることでしょう。最後にお待ちかねの装置を動かします。デバイスロープとデバイススフィアを選択。G、Z、マウスを上下。たったこれだけで装置は動作しちゃいます。これはカーブに追従させる前の素材が Z 方向に伸ばされて作られているので、単純に Z 方向に移動するだけでカーブに沿って進んでくれるんです。なのでデバイスロープとデバイススフィアの Z 位置にシャープフレームアスタリスク 0.01 と入力すれば OK です。この 0.01 の部分を変更すれば速さが変わりますし、マイナスの数値にすれば進行方向も変わります。お好みに調整しちゃいましょう。簡単に色や装置っぽいもの追加して雰囲気出してみました。本格的に作るときはもっといろいろ夢を詰め込みましょう。今回のセクシーチュートリアルはいかがでしたでしょうか？カーブってよく髪の毛のモデリングだったり、カメラワークの軌跡だったり、そういうのでよく使うと思うんですけど、こんな使い方もあるんですよね。いやむしろ、この使い方が本当の使い方なんじゃないかって思ってみたり、よく言ってますが、今回の使い方もあくまで一例と捉えていただけるといいかなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか？少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということでここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。